You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は、岡山県総社市にある寺院、備中国分寺を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。備中国分寺。備中国分寺は、岡山県、総社市、神林1046にある、真言宗御室派の寺院。三号は、日照山。次号は正しくは、金光明四天王、五国の寺と称します。本尊は薬師如来、開基、創立者は、聖武天皇である。西暦741年、天平13年に、聖武天皇が、仏教による国家鎮護のため、当時の日本の各国に建立を命じた寺院である。国家鎮護とは、仏教の力によって国家の安定、平和、繁栄を守ることを意味する言葉です。古代から中世にかけて、日本では仏教を国家運営の中心的な精神的支柱とし、災害、疫病、反乱から国を守るという考えがありました。奈良時代の聖武天皇の時代、疫病、天然痘、飢饉、地震、政情不安などが続き、国全体が不安定でした。そこで、仏教の力で国家の安泰を祈るために、国分寺や大仏造立などの国家的な仏教政策が行われました。これを総称して、国家鎮護と呼びます。備中国分寺の備中とは、日本は昔、現在の都道府県とは別に、律令国という区分で地域を分けていました。その中で、現在の岡山県は、備前、備中、備後の3つに分かれていました。吉備三国、備前、備中、備後が分かれた理由は、古代国家が、司法支配を強化するために、巨大な、吉備の国を分割する必要があったとされています。古代の吉備の国は、岡山、広島一帯に広がる非常に大きな地域で、古くから有力な豪族が勢力を持っていました。大和政権にとって、吉備を一つの大国として残すことは、中央の支配が行き届きにくく、独自の力を持つ危険がありました。そこで7世紀後半、西暦670年から700年頃に、吉備は、備前、備中、備後の3つに分割されました。山門。備中国分寺の山門は、境内の正面に位置し、寺の入り口として、参拝者を迎える重要な建造物です。現在の山門は、江戸時代後期に再建されたものと考えられ、王子の国分寺の格式を伝える堂々とした佇まいを見せています。木造の切妻造りを基本とし、太い梁や柱を用いた素朴ながら力強い構造が特徴で、備中地方の寺院建築の様式をよく残しています。山門をくぐると、目の前には、五重の塔へ向かう、まっすぐな参道が続き、吉備路らしい広々とした、田園風景の中に、寺院空間が、静かに広がります。山門は、単に入り口の役割を果たすだけでなく、俗界と仏の世界を分ける結界として、象徴的な役割を持ち、参拝者はこの門を通ることで、心を整え、正常な境内へと導かれます。
また、山門は王子の国分寺の歴史を伝える重要な建築でもあります。国分寺は奈良時代に国家が建てた寺院で、当時は七堂伽藍を備える大規模寺院でした。現在の山門は当初のものではありませんが、古代から続く寺院の中心入り口としての機能を今日まで担い、吉備のランドマークである五重塔とも調和する景観を形成しています。その素朴な作りと落ち着いた雰囲気は、吉備の歴史と文化を象徴する存在となっています。備中国分寺の主楼は、境内の北側に立つ、鐘を吊るすための建造物で、寺院の時を告げ、法要の合図を伝える重要な役割を担っています。主楼は、木造の落ち着いた造りで、4本の太い柱によって、しっかりと支えられた高床式、袴腰付きの構造を持ち、寺院建築としての安定感と静けさが漂っています。屋根には、本瓦葺きが用いられ、やや反りを持った美しい屋根の線が特徴で、吉備の景色に自然に溶け込むような調和を見せています。主楼にかけられている梵鐘は、地域の人々にとっても親しまれており、除夜の鐘をはじめ、寺院の行事や特別な法要の際に響く鐘の音は、周囲の田園風景にゆっくりと広がり、古より変わらない、清らかな雰囲気を漂わせます。その深く澄んだ響きは、訪れる人々の心を鎮め、日常の喧騒を離れた安らぎを感じさせるものです。大師堂。備中国分寺の大師堂は、境内の一角に立つ、比較的小規模な堂で、真言宗の開祖である、弘法大師、空海を祀る建物です。大師堂は、地域の信仰の中心として、参拝者や地元住民に親しまれています。大師堂の建築は、江戸時代以降の再建とされ、木造平屋建ての切り妻造りの屋根を持ち、屋根は瓦葺きで落ち着いた佇まいを示しています。外観は派手な装飾を抑え、金星の取れた簡素な美しさが特徴で、備中国分寺の歴史ある伽藍景観と調和しています。
道内には大師の像や御影が安置され、訪れる人々が参拝し、手を合わせることができます。大師堂は、弘法大師への供養や、法要の場としても重要で、毎月21日、大師縁日には、多くの参拝者が訪れ、護摩供養や祈祷が行われます。本堂。備中国分寺の本堂は、境内の中心に位置する主要建造物で、寺院の宗教活動の中核を担う建物です。古代の国分寺としての歴史を受け継ぎ、現存する本堂は、江戸時代に再建されたもので、木造の落ち着いた構造を持ち、切妻造りの屋根に、瓦葺きを施した、堂々とした、佇まいを見せています。建物は、入母屋造り、本瓦葺きという格調高い和洋建築を基調とし、深い軒の出と美しい屋根の曲線が落ち着いた風格を漂わせています。正面には、光背が設けられ、火花や掛け魚などの細部には、江戸期の職人による彫刻が施され、周囲を囲む円が、建物に奥行きと安定感を与えています。堂内は外陣と内陣に分かれ、中央には本堂の主尊である薬師如来坐像が安置され、日光菩薩、月光菩薩を脇地とする薬師三尊の形式が整えられています。薬師如来は治病や心身安穏を司る仏であり、国家安泰と国土護持を願って建立された国分寺の理念とも深く結びついています。内陣には趣味壇や欄間などに江戸期の意匠が残り、金箔や彩色が控えめに用いられることで、荘厳さと静寂が調和した空間を生み出しています。現在の本堂は、失われた創建当初の伽藍を受け継ぐ形で再建され、五重塔とともに、備中国分寺の宗教的中心を成しています。ここでは、年間を通じて、法要や供養が行われ、地域の人々の信仰を支える場として親しまれています。歴史、建築、信仰が調和した本堂は、古代から続く国分寺の伝統を現代に伝える重要な存在となっています。勅使門。備中国分寺の勅使門は、寺院の南側に位置する、格式の高い門で、朝廷から派遣される、勅使が通るための正門として、設けられたものです。国分寺は、奈良時代に、聖武天皇によって建立された官樹であり、国家的な祈願を担う、特別な寺院であったため、勅使を迎え入れるための門が構えられました。この勅使門は、かつての国分寺が有していた国家の寺としての威厳と格式を今に伝える貴重な建築遺構です。
五重塔。備中国分寺の五重塔は、境内の南東に優美な姿を見せる寺院の象徴的建造物で、江戸時代後期の弘化元年、西暦1844年に完成した塔です。奈良時代に創建された国分寺の伽藍は長い歴史の中で失われましたが、この五重塔は再興された境内の中心的存在として建てられ、現在では国の重要文化財にも指定される備中地域を代表する名塔となっています。五重塔は高さ約34メートル、5層すべてが金製の取れた比例で積み重なるように構成され、入母屋造り風の屋根が優雅に反り上がる姿は、江戸後期の建築美をよく伝えています。屋根には本瓦を用い、軒先は3段の重装した組物で支えられており、細部に至るまで精緻な技術が発揮されています。外観には派手な装飾を避けた和洋建築の特徴が現れ、直線的でありながら柔らかい印象を与える落ち着いた印象が魅力となっています。内部には塔を貫く中心の大黒柱、心柱が建てられており、これは五重塔の安定と象徴性を支える主要構造です。各層には釈迦如来や四天王を表す仏画、天井絵が描かれ、塔そのものが仏の世界を立体的に示す立体曼荼羅として機能しています。特に諸層内部は荘厳さを感じさせる空間で、外観の静けさとは異なる精神的な深みを宿しています。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。